今日はスタバ風のサクサクスコーンを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホットケーキミックスで簡単に作れるスタバ風のチョコレートスコーンを作りたいと思います。今回スタバ風ということで三角のスコーンにしていきます。スタバでベーシックに売ってるチョコレートちゃんこ味と、あと抹茶とホワイトチョコのスコーンも一緒に作っていきます。作り方はすっごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。プレーンのチョコレートスコーンから作っていきます。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、無塩バター、板チョコです。こちらの材料で作っていきます。今回ね、板チョコはガーナのミルクチョコを使っていきます。こちらお好みのものがあればね、変えていただいても OK です。そして抹茶スコーンの材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、無塩バター、抹茶パウダー、板チョコのホワイトチョコレートです。こちらの材料で作っていきます。ではですね、まずこちらのバターを細かく刻みます。今の時期ね、結構バター常温に戻すとすぐ柔らかくなりますので、冷蔵庫からすぐ出したぐらいに刻んでいただくといいかなと思います。ではこちらを1センチ角ぐらいの大きさにしていきます。このように細かく刻みます。続いてチョコレートもね、適当に刻みましょう。大きさはね、自由で OK です。ほんとこれは適当でざっくりで OK です。チョコレートはこのように刻んでおきましょう。それでは生地の部分を作っていきます。まずボウルにホットケーキミックスです。細かく切ったバターですね。そしたらですね、最初手をきちんと洗っていただいて、バターをこうすりつぶすように混ぜていきます。こんな感じでね、親指と親指でバターをこうやって潰すように混ぜていきましょう。で、そうするとだんだん生地がポロポロしてきます。で、このぐらいね、ポロポロという感じ、このぐらいパラパラパラーっと黄色っぽく粉チーズみたいになれば OK です。それではここから木べらに持ち替えます。牛乳をね、半分ずつ加えていきます。これを切るように混ぜます。こうやってね、切るように混ぜていただくとさっくりとした食感になります。で、だんだんね、生地がまとまってきたら残りの牛乳も加えます。そして混ぜましょう。で、このようにね、生地がひとまとまりになれば OK です。手にもね、こうやってつかないぐらいですね。このぐらいの生地になります。それではここに刻んだチョコレートをね、入れます。そしてこちらも混ぜます。もうそれっぽくなってきましたね。で、そしたら手で持っていただいて、ちょっとね、生地を丸めます。で、そしたらですね、クッキングシートを敷いていただいて、このクッキングシートの上に置きます。そして手で潰します。で、だいたい厚さ2センチから3センチぐらいの厚さまで広げます。6等分から8等分にしていきます。それはね、どのぐらいの感じで切るかはお好みで OK です。で、まず半分に切って、このように切りました。あとはこちらをオーブンで焼いていくので、オーブンの上に置いていただいて、で、このままだと焼いた時にくっついちゃうので、これ離します。で、このように離しておいてください。あとは形をね、少し整えていただいて、で、あとね、ちょっとなんか上のチョコレート出したいなっていう時は一回こうピュッて取っていただいて、逆にしたりして埋め直していただくといいかなと思います。こんな感じでね、表面にね、なんかチョコレート出てた方が美味しそうに見えますよね。こんな感じでね、上にチョコレート出していただくとより美味しそうに見えるかなと思います。で、それではこちらを180度のオーブンで15分ほど焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じに仕上がってます。これで完成です。それでは続いて抹茶とホワイトチョコのスコーンを作ります。まず最初にホワイトチョコを刻みます。こんな感じで板チョコを切ります。続いてこちらの抹茶パウダーを先に牛乳と溶かします。で、この抹茶パウダーはね、結構ダマになりやすいので、最初に牛乳と溶かしてから生地の中に入れていきます。
牛乳一度に入れずに少しずつ加えます。はい、ちょっと入れて、で混ぜます。こうやらないとほんとつぶつぶができてしまいますので、きっちりとこのように少しずつ抹茶をなじませていきます。こういうちっちゃい泡立て器があったらこういったものを使うとね、綺麗に溶けると思います。加えます。で、牛乳を半分ぐらい加えたら一度こちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。あとは残りの牛乳をまた少しずつ加えていきます。はい、これで OK です。このようにしっかりと抹茶パウダーを牛乳で溶かしておきましょう。それでは生地の部分を作っていきます。ボウルにホットケーキミックス、こちらも同様に切ったバターをホットケーキミックスの中に入れます。そして手ですり混ぜていきましょう。このように粉チーズっぽくなれば OK です。それではここに抹茶を溶かした牛乳を入れていきます。こちらも半分ずつ加えます。で、混ぜます。このぐらい混ざったら残りの牛乳を加えます。そして混ぜます。はい、このようにね、均一な生地になりました。それではここに切っておいたホワイトチョコを入れます。そして混ぜ込みます。で、ひとまとまりになったらまた手で持っていただいて、で、生地をまとめます。で、できるだけね、チョコレートが外側に来るようにあらかじめやっとくといいかもしれないですね。こんな感じでね。で、こんな感じで丸めていただくといいかなと思います。それではこちらの生地をクッキングシートの上に置いて広げます。だいたいこちらも厚さ2センチから3センチぐらいですね。で、こんな感じで広げていただいて、これを6等分にします。こんな感じです。で、こちらも同じように離しておきます。はい、こんな感じです。それではこちらも同様に180度のオーブンで15分ほど焼いていきます。はい、抹茶も完成しました。こんな感じに焼き上がってます。これでスタバ風スコーンの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがチョコチャンクスコーン。こちらが抹茶とホワイトチョコレートのスコーンです。こんな感じでね、チョコレートもザクザクっとした仕上がりになってます。それではいただきたいと思います。手づかみで失礼いたします。はい、それではまず普通のね、チョコレートタイプの方からいただきます。いただきます。このチョコレートのザクザク感がいいですね。外側がすごいサクサクしてて、中がしっとりと仕上がってます。続いて抹茶味いただきます。口の中にすっごくね、抹茶の香りが広がってとても美味しいです。そしてね、またホワイトチョコと合いますね。抹茶はね、特に苦味とかもないので、お子様も美味しく召し上がっていただけるかなと思います。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスタバ風のスコーンのポイントです。まず最初にバターはですね、こう手ですり混ぜるようにホットケーキミックスと混ぜてください。その後粉チーズみたいなパラパラっとした感じになったら牛乳を加えていただいて、その後さっくりと混ぜるようにしてください。で、あとは今回ね、私は6等分したんですけれども、8等分にしていただくとね、もうちょっとね、小さいサイズで作れますので、お好みの切り方で切ってみてください。そして抹茶味に関しましては、この抹茶パウダーはね、結構ダマになりやすいので、あらかじめね、牛乳とよく混ぜ合わせておいてください。そうすると生地もね、綺麗に仕上がるかなと思います。で、あとはですね、今回オーブンで焼いてるんですけれども、もしオーブンがないよっていう場合はトースターでも焼くことができます。トースターはね、非常に焦げやすいので、アルミホイルをかぶせて10分から15分ほどしっかりと焼いてください。はい、ということでね、今回はホットケーキミックスを使ってとても手軽に作ることができます。作り方もすごく簡単なので、ぜひ作ってみてください。
今日はスタバ風のスコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。